はい、地球の OK 南條です。では今日は早速、下出るカラーで塗装していきたいと思います。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、今日はですね、この下出るハンドルっていうものがあるので、これで挟んで塗装してみたいと思います。かっこよくないこれ。すごいですね。下でここをこうバーンと広げて、スキタイ連着をこう挟みます。ほら、この安定感素晴らしい。ちょっとモチベーションが上がるアイテムですね、これね。すごいいい感じ。いいなーこれ。下出るペイントシステムっていうのは、まず最初にベースっていうちょっと暗い色から塗っていきます。でその次にジェイドじゃないね、これシェイドねシェイドっていうので、さらにちょっと影を細かいところに流し込む感じで、やっていきます。模型やされてる方は、墨入れとかなんかウォッシングとかああいうようなイメージです。で最後に、3つ目レイヤーでちょっと明るくします。この4番のレイヤーっていうのはこれは違う色を使って、なんかエッジを立たせる。でその縁をしっかりと描くことで漫画みたいにでなんかそれで立体感を出そうというような、順番で塗りますこの塗料は、水道水で希釈できますので、これをよく振ってから水道水で塗装していきます。なんかすごい硬いものが入っているので振っただけでは混ざらない感じがするんですけど、結構しっかりと混ざってくるんです。でこれ開けるとこの中がほらパレットみたいになってて、ここでちょっとちょんちょんって取ってあげる感じ。割り方なんだけど水をよく練る感じ。下出るカラーっていうのは乾くのがすごい早いので、水を混ぜて乾くのをちょっと遅くするような。例えば筆に取った塗料をこれを1とすると、僕は水をこうちょんと筆につけてちょんと筆につけてこう練ってみて、もっと薄くてもいい、ちょっと薄めがいいです。こういう感じで、これいい感じいい感じいい感じ。こう筆をこうスーッと下に持ってった時にちょうどフィギュア1体分ぐらいまで伸びてくれると、これぐらいの希釈が一番いいのかなと思います。塗料を取って水をちょん練り練りちょん練り練りちょん練り練りぐらいがちょうどいい感じですこれがうまく言えなくて申し訳ないんですけど、これぐらいがいいかなと思います。で明るい色になるとレイヤーっていう塗料はちょっと隠蔽力が低いので、隠蔽力っていうのは透けやすい塗料なので、下地の暗い感じの塗料を生かしたいのであればもっともっと薄めに塗ってもいいかなと思います。で筆の使い方なんですけど、ここの根元にまで塗料がいかないように注意してもらえたらと思います。やっぱここの根元まで色が入ってしまうと、そこを洗うことになるわけなので、筆が割れてしまったりとか、やっぱり傷みやすい原因になるので、ただ僕が使ってるこういう細い筆なんかはもう絶対入っちゃうんで、もうそれはもうしょうがないので、やっぱり消耗品なので長持ちさせるというよりはもうダメになったら買い替えるっていう方が僕はいいのかなと思います。で、今度塗る時なんですけど、なんかいきなり色をつけてしまおうとするんじゃなくって、ちょんちょんちょんってこう塗ってあげる感じで、ベースカラーの上に何色も何色も色をのっけていくので、最初のうちからはみ出さないようにしようなんて思わなくても全然いいです。すっごい気楽に。はみ出さないようにってやらなくても全然いいです。ただせっかく下地を黒くしているのは立体感を出すためなので、ここの縁をしっかり塗ろうというんじゃなくて、この中をこういう感じで塗ればいいやって感じの気持ちで塗ってるかな、なんかこのきっちりいこうとしないというか、なんとなくここが赤いんですよっていう塗り方で全然いいです。すごい乾くのが早いでしょ。もうこっち側のテカリ方とこっちのテカリ方が全然違うの分かる。でベースカラーっていうのはちょっと暗めな色って言ったんだけど、もともとこれ黒いサーフェイサーから始めてるので、より暗く仕上がっていっています。塗装するときってさ、唇なんか奥に引っ込めてしまうね。わかるかな。なんか上の歯と下の歯でめっちゃ噛んでしまうんだけど、口をこうなんか内側にして。そういう意味だと今僕が噛んでましたね。でなるよね。あれはなんか人が集中するときの儀式なんかな。よしみたいなね。なるよね。今喋ろうと思ったらすごい唇が邪魔をしたい。はずきるってほしくなるね。そうですね。拡大鏡が。本当レイヤーあたりになると本当に冗談抜きでちょっと僕メガネすると思うんで。はい。こんな感じでベースカラーが塗られました。はい。
じゃあこれはねコーンレッドっていうので縫いました、これと同じように今から全体的にベースってなるところをいろんな箇所塗っていきたいと思います。塗りにあるのかっていう黒、結構変わる。多少の塗り残しがあってもそんなに気にならないようにするためにっていう意味でもやっぱりねこの下地が黒っていうのはなんかすごくいいなってこうやって塗って改めて思うんですよね。次はこのメカニカルスタンダードグレイっていうのを塗ります、主にズボンに当たるところを塗ろうかなと思います。はい、じゃあ次はリードベルチャーというこの銀色で腕のねこいつ機械兵みたいな感じなんだろうね。ちょっと設定をそこまで詳しく知らないんだけど、かっこよくなんかこの義手みたいな感じでね、なんてここを塗りたいと思います。だから例えばここの義手のこの間だけどここに筆をこう突っ込んでしまって銀色を塗ってしまってもいいんだけど、あえてここのサーフェイサーの黒を残すことで、ね、立体感が出るので、だからもう本当押し込んでなんか塗料を塗ってあげるというよりはやっぱり塗りやすい面を塗りやすいように塗る。で奥の方は無理に塗料を入れようとしないの方が立体感が出ていいかなと思います。そうなると本当筆が当たるところでいいんだって、感じで、だからこんな細かいのって自分にはちょっと厳しいかもしれないって思う人おられるかもしれないんですけど、いやそんな意外とそうでもない感じがします。でまた今回下出るカラーで説明書通りに今回作っているんですけど、もちろん調色とかもできるので、もうこの色とこの色混ぜて自分のオリジナル色を作ろうっていうのは全然問題なくできます。あとはもう銀にしちゃう。ここもあんまり色を入れようとするんじゃなくって、この黒を生かしながらこうやってザッ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 、あんまり綺麗に色を入れようとするとなんかのっぺりとした印象になっちゃうので、こうやってザッ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 筆が当たるように色がつきたいようにつけばいいんじゃないというような感じでザッザッで、この時にちょっとはみ出してた赤を消してあげるぐらいの塗り方で、それぐらい隠蔽力が高いので、何色が下に来ても問題なく。でここのコードの部分もすごく塗ってやろうっていうんじゃなくて、塗るんじゃなくて描く感じ。こうパイプなんでシュッ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 ってこう描いてあげる感じ。これでいいやって。こう縦にこうやってシュッシュッシュッって描いてるようにやるので、なんかその筆の統一感のない感じがかえってそれっぽく塗れてたりする感じがするので、ただまだこんな細かいところを塗る場面ではなかったかもしれないけどね、消えちゃうかも。まあいいや。でできる限り薄く塗ろうとは思ってます。あんまり濃く塗るとやっぱちょっと厚ぼったくなったりとかして、あと失敗の修正が何回も効かなくなってくるので、できる限りこのベースのところはそんなに厚塗りはしないように、でも濃くちゃんとしっかりと色のせる。でこれは本当にちょっと表現が難しいんだけど、塗るというよりは筆をちょっと置いて色を乗っけて去るみたいな。去るんです。そう去る。ちょっと塗ってさよなら、ちょっと塗ってさよならっていう。あんまりこうベタズーっていかない、日本語ばっかりで申し訳ないですけどなんかちょっとずつ仕上がっていて、どこがどこなのかなっていうのが分かるようになってきたかなって感じがしますね。ライノックスハイドかな、の茶色でこの銃を塗っていきたいと思います。はい、じゃあ大体こんな感じでベースカラーが塗れたので、今こうやって見てもらうとまだまだほら粗がすごく目立つかなと思います。特にこういうアーマーの部分なんかね。なんでこの部分を今からレイヤーとかシェードに行って
レイヤーに行ってこういう粗のところを整えていくような感じの作業になっていきます。であともう少しベースカラーをちょっとはみ出しがひどいところなんかを直したりしていって次にシェードに移ろうと思います。はい。元気な今のうちにやっとく方がいいような気がする。これすごい細かい作業をしてるように見えるんですけど、筆を縦にせずに横にしてなんか沿わせてるだけで勝手に色が置いていかれるって感じなんですね。ペンを縦にするとずれちゃうんですよ。ペンを横にしてこういう感じで横にしてなんかこの出っ張りにこう置いていく感じ。わかりますか？これだから塗ってない書いてないんですよね。こう横にしてただこう置いてる感じ。筆を縦にするんじゃなくて横にするかな。寝かせて横にこう動かしてるだけで勝手に出っ張ってるところ色がついてるよみたいな。ほらいい感じでしょ。横にこういう感じで動かしてるからこう立てるともう絶対にいろんなところに色が飛び散っちゃうから横にしてこういう感じ。それではシェードを塗っていきたいと思います。で、使う塗料は赤いところにはこのカルロブルククリムゾンというシェードを塗っていきます。暗いところにはナルンオイル。このナルンオイルっていうのがすごく使い勝手が良くて、困ったらナルンオイルって感じで塗ったらいいかなと思います。でこの10のところはこれのアグラックスアースシェードっていうやつでやっていきたいと思います。はい、では赤いところはカルロブルククリムゾンでやっていきたいと思いますけど、これはなんか塗るっていうよりはほんと影をつけていくように流し込んでいくような感じでさっとこう筆ムラになりやすいので、急がなくてもいいんですけどとにかく伸ばしていく感じ伸ばしていく感じ、同じところに色が溜まってしまわないように伸ばしていく感じ、伸ばしていく。このシェードには筆は含みのいい筆を選ぶといいかもしれないですね。だからこういうモールドとかにちょっとこう液が溜まってそこは影っぽくなって、立体感が出るっていうようなそういうような塗料です。はい、じゃあ次はナルンオイルを使います。これが本当に使い勝手がいいので、どこでも金属感のあるとこでも服のとこでもザッザッと塗っていきます。でこういうところほら塗るとただの銀色がちょっとなんか汚れた感じになって、汚しとはやっぱちょっとニュアンスが違う。どっちかというと影入れていくような感じ。それなんかこう機械の部分がこう浮き上がってきたような感じになってきたと思います。この白でただベタで塗ったところをナルンオイル入れることでそのモールドのプラスチックそのものが持ってるちょっとたわみみたいなのがより強調されて、なんかすごい布がなんかこうシワが出たような感じになったりして、すごくいい感じになってます。ただ全体的にトーンを落としていってるっていう感じですね。はい、10のところはアグレックスアースシード、茶色っぽい色のシェードになってます。こういう金属とかに金色に塗るとこの金色がこの茶色が影に見えてすごくなんか品のいい銀色に見えるというか、でなんかすごくこう金がかっこよくなってる気が、いい感じ、この変化が一番やってて面白いですね。すごい変わるんで雰囲気が急に締まるんで、はい、これでシェード終わりです。だからシェードは本当にさっさっさで終わっちゃう感じです。はい、じゃあ次からレイヤーという作業に入りたいと思います。今やっぱこうやって見るとベースの暗い色からシェードでさらに影をつけているので、もう本当にすごく暗い印象になっているので、ここからレイヤーという塗料を使ってこの模型をどんどん明るく塗っていきたいと思います。でまずこの赤いところをイビルサンズスカーレットっていう色でいきたいと思います。こう鮮やかな色を入れていきます。
でこれはベースと比べて隠蔽力がないので薄く塗っていきます。でこのレイヤーは奥まで塗り込んでしまったらもったいないので、せっかくもう暗いところがあるので、なんで日が当たるところというか、面積の広いところだけ塗っていくような、こういう感じでいいです。はい、こんな感じです。なのでちょっとヘリコの暗いところは残しつつ、真ん中の明るいところだけ塗るような。ちょっとなんかパリッてしましたね。ね、なんかね、パリッとしたような感じがします。いいんじゃないですか。はい。じゃあ次は、エシングレーという塗料で、レイヤーの塗料で、この服を、黒いマントの部分を塗っていきたいと思います。マントのこの長いに沿って、塗ってみてあげた方が。間違いない。今回この部分、この塗料が一番難しい。塗り方が。どうしようか。やっぱりマントがスッとこういっているので、どこに前の下地の塗料を残していいのかちょっと分かりにくくて、表現に悩んじゃうな。これはちょっと乾いてみてからじゃないと分かんないんですけど、こんな感じかな。もう一個レイヤーを乗っけていくので、そこで何かもうちょっとマントのらしさというか、ちょっと誇張してもいい部分があるのかなと思いながら、はい、塗りました。では次、ダウンストーンというレイヤーで、今度ズボンの方に明るい色を入れていきたいと思います。じゃあ次はボルソールブラウンというところで、銃の部分の茶色の部分のところを明るくしたいと思います。ベースとかシェードの時と比べてすごい水の量を意識して塗ってる感じですね。これ水気を取る、もうすごく取ってスカスカにしてなんか乗せていくっていう人も出てくるでしょうね。本当にいろんな塗り方を塗ってみながら、いろいろ塗装してみながら、自分に合った自分の好きなテイストにしてもらえたらと思うんですけど、今回僕は水多めで、せっかく作った影を残しながらやってみています。じゃあ次、この金属部分のところをルーンファングスティールっていうので明るい色を入れていきたいと思います。塗ってみた感想なんですけど、レイヤーによってなんか水を多く入れた方がいい塗料と、レイヤーでベースもそうかもしれないですけどね、なんか水の加減が違う塗料がやっぱりあるような感じが、これはもうなんかそのまま瓶から使った方が綺麗に色が入っている。細かすぎるパーツっていうのも今塗ってるのあるのかもしれないですけどね、なんかそういう加減を考えながら塗料によって水の感じが。次はオーリックアーマーゴールドというところで、この金色のパーツが今ちょっと茶色と差がなくなってしまっているので、ここを明るい色入れたいと思います。これなんか良くない例だよね。ここに金色が入り込んじゃって、ここせっかくここいい感じに影が出たこれはちょっとリタッチで直したいと思います。こんな感じです。いい感じ。はい。じゃあ次、ソテックグリーンというレイヤーで、この子実は体中にちょっとコードを巻きつけているので、この体についているコードの部分を塗っていきたいと思います。体に巻きつけてるとかっこいいよね。ですね、もう一ポイント。そうそう。しまった。この子が。俺っすかみたいな感じで向いてるせいで、このコードが非常にかきにくい。いいんじゃないですか。
ですか濡れたんじゃないですか。目も目はもうこのまままっすぐ押してツンツンって感じで、多分出っ張ってるとこだけ色がついてればいいと思うんで、実際この巻きつけてるコードもそういう風な感じで塗ってます。アドミニストラムグレイというので、このマントのところに最後の仕上げをしていきたいと思います。でこっからはかなりわざとらしい表現をしていくので、あんまりその普段模型でやるようなことをあまりしないようなことをします。でもこういうミニチュアにはそれをすることですごくこう綺麗な感じに仕上がります。例えばこういう角をこうやってもう描いてしまう。あんまり他の模型ではしないことなんですけど、どこを描くかでいうと絵を描いてるような感じでこういうところに描くなっていう。でこの表現があまり好きでないっていう方もおられると思うんですよ。でそういう方はドライブラシとかそういう方法でなんかこう角を立ててあげるような感じで塗装してあげるのも全然手だと思います。でドライブラシっていうのは塗料を、水分をもう目いっぱい取って、でなんかこう筆をこうサッ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 ってすることで、その一番明るい色をちょっと角に乗っけていくような、そういう塗り方です。また機会があれば話できたらと思うんですけど、今回はこういう一番角が立ったところを線を引いて立体感を出していく。であと線が太すぎたとかそういうところは1個前のレイヤーでちょっと細く修正をしながら全体を整えていこうと思います。特にこういうところなんかわざと太いところを残してみてちょっとかすれ感が出たりとか、ちょっとこうアニメタッチ風にしているというそんな感じです。はい、次は、バロームブラウンという色でこの銃の方の、同じようにちょっと表現をきっちりとしていきたいと思います。よいしょ。一通りこういう感じで銃を本当に描くような気持ちで塗りました。でこういう太さがバラバラなところがあるので、これは前のレイヤーの色で整えて、またこれもこれで完成にしたいと思います。はい、それではストームホストシルバーでこの金色のところは特に明るくなったところをこの銀色で塗りたいと思います。これあんまりやりすぎるとキリがないような気がする。こんな感じで。次はテンプルガードブルーという色で、さっき入った青色のグリーンのコードをさらに明るくしていきたいと思います。はい、明るい青が入りました。こうすることでやっぱ前の色との違いでやっぱりよりくっきりとした線ができたと思います。はい、それでは最後、ファイヤードラゴンブライトという色でこの赤い部分の特にハイライトの部分を塗っていきたいと思います。はい、こんな感じでであと太かったところはまた修正をして終わりですね。はい、それでは完成しましたのでこれを拡大で見てもらいたいと思います。この完成したのはこちらです。はい、それでは解説していきたいと思います。このスキタリレンジはね、最初はとぼけた感じのこれ僕ですかみたいな感じの顔でやってたんですけど、やっぱ塗装するとね
すごくいい感じにできたと思います。特に一番良かったのはその青いグリーン色でチューブのところを塗ったところで、これで急になんかグッと引き締まった感じがあって、すごい良かったなと思います。筆は3、4種類ぐらい、特に細いのから広いのからなんかちょっと様々な筆があった方が塗りやすいなという印象でした。あとはハイライト、これが一見不自然に見えても意外とこうミニチュアとして見てみるといい感じにかすれたような表現になっていて、すごくいいと思います。はい。シャデルペイントに沿ってやるだけでこんなにできるんでね、もう大満足です。そんなわけで長丁場でしたが、特訓はお疲れ様でした。いやー、いいのができたんじゃないですか。いやー、そう言ってもらえると、僕もだいぶ気に入って嬉しいですよ。これ25色使いましたんでね、長丁場でしたけどいいものができたんじゃないかと思います。でこれを使って次回遊べたりとかできたらと思いますので、また次回楽しみにしてもらえたらと思います。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様ね